モノクロからカラーに持ち帰られたっていうところのきっかけは何だったんですか？たまたま知り合いからカラーもう使わないからっていうのをもらったのがあって、当時一緒に、結婚してた相手がもらってきたんだけど、使い方がよく分かんないねっていうので、じゃあちょっとテストでやってみようと思って、こうやってやるんじゃないかな、適当にやってみたら、現像、要するにプリント時間とかもバラバラ、めちゃくちゃなんだけど、なんかすごい面白いと、すぐピンときたんだよ。今まで、なんていうのかな、ネガカラーっていうのは、お父さんが運動会で撮ったりとか、家族旅行撮ったりとかして、アルバムに貼るような、ああいうもんだろうと思って、もちろん仕事ではずっと使ってたんですよ。ネガカラーの仕事ずっとしてたけど、そういう写真屋でバーッと出てくる安いプリントしか見てなかったんでね。で、自分で焼いてみたら、すっごくラチチュードが広い、飛ばない、潰れないっていうのが分かって、これは面白いと思って、ちょっとだけ白黒とカラーと両方持っていってたことがあったんだけど、もうこれはいらないと思って、カラーの方が断然面白いから、僕はもう、やっぱこう、2台あると迷っちゃうしね、嫌なんで、もうカラーだけにしようと思ってカラーにしましたね。白黒でずっとね、作ってたんですけど、それはやっぱりこの、お金もかからなかったのね。100フィート巻いて、1本300円かかんない。160円とかで作れてたのかな。で、自分で現像するし。で、もちろん機材もモノクロの機材しかなかったからずっとやってたんですよ。で、どうしてもセイタカワダシソウとか、その次のディスタンスっていう写真集とか、まだこう森山さんの影響がすごく強くて、コントラスト強くてね。で、このセイタカワダシソウできた時もやっぱりこう森山さんの影響が強いというふうに言われて、それは森山さんのこと好きだからそれはそうだよねとは思っていたんです。でこれじゃあでもやっぱこう悩み出すんだよね。なんかやっぱり自分の何かこう色というか特色をプリントにも必要だろうっていうので88年、7年ぐらいからまた連続展を始めるんですけど、その時に、もう印画紙を、イルフォードのウォームトーンっていうやつで、森山さん絶対使わないトーンで焼き出したんですよ。ぬぼっとしたね。で、それでやってた、それはそれで評判良かったんだけど、それでもまだなんか森山さんのって言われて、どうすりゃいいのよって。思ってた時にそのカラーと出会って、ネガカラーと出会って、じゃあこれでっていうことで、それからはね、なかなかそういうふうには言われなくなったんですけどね。だからそれもあって、森山さんからのこう、脱却というか、親離れのためにカラーをやったっていうところもありますね。なんか東京キャンディーボックスの写真集でも拝見させていただいたんですけど、結構その黄色みが強い感じが出るのかな。なんか色味とかがその色の出し方とかがすごく特徴的な感じがするなと思ったんだけど、それはね言われるんですけど、僕の目がおかしいのかもしれないです。だから僕にはこれが一番自然に来るというか、白黒なんて特にそうじゃないですか。それこそねハイキーなプリントからローキーなキーなんてハイコントラストだったり、何やってもそれはありなのに、カラーちょっと色がおかしいときとか、そうですね、色合わせがみたいな、ここがこうなるとここがこうなってみたいな。それはこう見た目と違うってことだもんね。いや見た通り、なんていうのかな、その見た通りがいいってことではないんですけど、別に無理なの写真だからね。そう、なんか絶対人間の目とは違うじゃないですか。でもその上でやっぱりここをやっぱり強く出したいなとか。好みなんじゃない？白黒もそう、白黒もそんなもんでしょ。ちょっとこうしようかなみたいなのがすごくあるから、なんかその辺の好みとかでどういうふうにこう自分の好みの色に作っていかれるのかな。最初はね、そのドラマチックなプリントがやっぱ白黒からの流れがあるから焼き込んだりとかして、もちろん今でもやるけれど、挿絵画家の小松崎茂さんって昔いらっしゃったんですよ。プラモデルの箱のとかね、軍艦とか、ああいう色が出せる
このネガから出せるわって分かったんだよ。でそういうのが出るのがすごく面白くて最初はね、あれ風にやってみたりとかしてたんですけど、まあそのうちだんだんこうもっと自分風のもっとこうしっとりした感じとかも出せるよねっていうのが分かってきてこう変わっていくんですけどね。やっぱ好みだよね。その白黒のプリントも同じネガからいかようにもなるわけで、まあその暗室ずっとやってたからもう同じようなことができる。やっぱこうやったりこうやってね。モノクロよりは不自由ですけどね。印画紙も号数もないからね。まあでもそこの暗室がやっぱカラーも圧倒的に面白いってことですね。じゃあこの一番最新作というかこれもその変化、先ほど20年前のフィルムがこう変化したってこの色の変化とかはどういうふうに面白いと。一枚一枚というかネガごとに劣化というか変化の具合が違うんで全くデータが出せないんですよ。一枚一枚全部テストプリントやっていかなきゃいけないんで。でしかも僕はずっとコダックの印画紙を使ってたんですけど、もうコダックの印画紙が手に入らない。で、まあ、売ってるけど、べらぼうに高い。で、こんなもんじゃやっぱやってられない。ベタ焼き焼くだけで万円吹っ飛ぶわ、みたいなことになっちゃうと。で、ちょっとこう、通販探してたら、要するに業務用のロール印画紙が売ってるんですよ。で、それを頼んでみて自分でカットして使ってみたら、まあもう大丈夫じゃんっていうことでそれででこれはねコダックもロール出してるんだけど、多分同じものなんだ DNP っていう大日本印刷が出してる印画紙なんです。それとなんか組み合わせてみたらなんかこう黒は締まらないし、だから気持ち悪いなと思ってたんですけど、なんか何枚もやってるうちにこれは要するに 2号の印画紙で焼いてると思えばいいんじゃないのっていう感じになってきて、別に2号だから閉まらなくていいわけじゃないですよ。そこは勘違いしない。なんか目って慣れるんだよね。ずっと見てるとね。でだんだんこれはこれでいいんじゃんと思うし、このネガのこの劣化もう徐々にしてるわけで、今のタイミングで焼いてるからこの色が出るわけで、またこれ何年か経つとこうはできないんだよなとか思い出すと、なんかこう愛おしくなってきて、いいじゃんと思ってこんな本作る気なかったんだけど、じゃあ本作ろうと思って持続化給付金特別持続化給付金で100万円いただいたんで、100万円で作った本ですね。またじゃあ20年後にやったらもっと色が変わってるかもしれないってことですね。もっと色あせた旅が。それもちょっと面白そう。同じ写真でどれだけ変わるかみたいな。いや変わるでしょうね。そうですね。なんかだんだんこう不思議ななんか人間の記憶と一緒でなんかこうだんだんこう記憶もこんな感じの色になっていくっていうのがすごい不思議だなっていう、こんな風に見てなかったはずなのに写真でなんか自分の記憶も変わっていっちゃう感じがするから、なんか子供の頃このぐらいだったんじゃないかみたいな気持ちになるのがすごい不思議ですね。ネガカラーのなんか優しさというかね、そういうのがあるなと思いますね。なんか本当にやっぱ人間の記憶って上書きされてっちゃうから、本当に見た風景じゃないもので乗せ替わっていく感じがしますね。まあ写真なんて全然本当の色なんかないからさ、それはもうどうでもいいんじゃないって赤かろうと青かろうとそれはだって例えばペイントの方だったらその色は違うとは言われない。言わないですね。そうですね。そんなバカな話してるのあれだけど、みんなモナリザのことを思い出すときにモナリザをみんなわかるけど、本物なんか見てない人の方がほとんどじゃないですか。みんな印刷したものを見てるだけだろ。だから全然色なんか違うよねっていうことだよね。なんかもっと黄色い感じのモナリザの人と白いモナリザの人といるんですよ。そうだからその辺はもう写真に関してもどうでもいいかなって気がしちゃいます。森山さんの三沢の犬だっていっぱいいろんな人が見てるけど、みんな大きさも違うし印刷も違うし右向いたり左向いたりしてるしさ、まあ
いいんじゃないそれでって、うん本物なんか多分誰ももう見たことないでしょってことですよね。フィルムで撮られてるけど、うんまあ、こういうポスターにする時とかはデジタルのフはいィルムスキャンとかで、いやデジタルプリントからです。プリントからスキャニングされてる。プリントからフラットベッドで取り込んで、あ、なるほどなるほど。そうするとそうか。あんまりもう今も作品作られる時はフィルムで撮られてます。今まではねずっとそうです。もう、ほとんどもう 99% ネガフィルムですね。ただねやっぱりこう今回のこのはい。最新号のうん。これはデジタルなんですよ。ほう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 。はい。ここで。はい。で、そのもうねやっぱね目も悪くなってきてるし、はい。僕ん家この間収蔵庫というか、はい。ネガとプリントを置いとく場所を作ったのね。暖房かけてると良くないよって、ネガからもっと色おかしくなるよって言われたから。保存がね大変ですよね。まあ今まで散々ねはい。条件の悪い家にいたから今更とは思うけれどでもとりあえず、まあ、冬場暖房入れない部屋を作ってそこに置いたんですけど、まあすごい量あるのよ。でこれでまだその後取ったけどベタだけ作って置いてあるっていうネガが山のようにあって、例えば海外とか行って撮ってるフィルムいっぱいあるんだけど、別にその頼まれて言ってるわけじゃないから別に発表する予定もないし、ただ山のようにあって、でも焼いてみたいじゃない。でもこれをやっぱカラーの暗出モノクロもそうだけど時間がかかるんですよ。一日に何枚も焼きやしないんで、これを焼いていくのとまた新たにどんどん撮っていったらこれいつ終わるんだよっていうでもうフィルムもね印画紙もどんどん値上がりしてるし、なんかもう目もねやっぱだいぶ悪くなってるんで、こう暗いところで撮ってるやつとかピンが甘かったりするのね。なのでなんかもういいきっかけというか、これからこれから撮るのはもうデジタルにしようかなと半分以上も心はそっちの方に動いてますね。でまあ幸いにして私結構パソコン使えるからこういうのも全部自分で作ってますからね。それは別に苦痛じゃないんで、なんかちょっと考えてる、次のことにしようかなっていうか、もうみんなとうに行っちゃってるのにね。どうですか、もうどんどんみんな行ってる中で、それでもフィルムにこだわってたっていうところの。暗出がねやっぱ好きなの。面白いの。で焼くものはもう山のようにあるから、白黒もカラーも。もうそれだけあればもうこれから先10年ぐらいはずっとできるよと思うからね。新しいものに関してはもうカラーというかデジタルでいいかなと思ってます。どういうふうに違うな、どんだけでもあると思うんですけど、一番こう使ってて違うなって思う、違うっていうかその違いを感じるところっていうのはどこですか？やっぱこう画面上で見てるものとやっぱこう写真としてものとして見てるのはやっぱり全然見え方が違うんですよね。細かいとこデジタルだからいくらでも大きくすれば見えるだろうと理屈では分かってるけど、やっぱりこうルーペで覗き込んでる方がいろんなものを自分の目で探してる感があるのよね。コンタクトを見てる時の方が発見するよね。その面白さなんですよ。で、もちろんデジタルでもそういうコンタクトシートみたいなのが作れるのかもしれないけれど、やっぱ僕コンタクトを覗いてる時間がすごい好きなんであれがなんとかねデジタルでもいけるんだろうなと思うし、あとこうネガフィルムはこのカットだけ捨てるってわけにいかないじゃない。全部残ってる、その残ってる多分デジタルだったらいらねえやってその時捨てちゃったようなものの方が後から見た時絶対面白いっていうのがあってその辺の魚だからデジタルでバーッとやっぱりいっぱい取れちゃうでしょ。その中からどれを残すかとかいう作業をするわけじゃない。でも本当はどれも捨てなきゃいいんだよとは分かるんだけどね。そこら辺がこううまく自分の中で解消できればデジタルにもあんまりこう苦もなくいけるかなとは思います。なんかそれっぽく
いろいろ使うと、ネガっぽくもできるなってことを知ってるからね、なんかやっぱ撮る枚数が変わるっていうのはデジタルとフィルムだとすごいおっしゃる。なんかデジタル本当に際限なく撮れるからっていう話は。ね、やっぱ、ね、でも36枚取って交換するじゃない。はいはい。あのインターバルがいいんですよ。その間に行っちゃう時もあるんだけど、とか思いながらね。でもその1本こう交換したやつ加えながらこうやって真似てる時のよし今日はこれで5本目とか言ってからいうのがこう自分の中でねなんていうのかなバロメーターになる、そういうのがやっぱないんだろうね。でもそのあれですよね、なんかやっぱりその印刷したなんかその写真じゃなくても原稿の構成とかしてる時もデジタル画面上で構成すると間違いが消えないっていう、紙で印刷してこう赤入れする方がはるかに発見できるっていう、文字工とか絶対そうだよね。なんかそれの感覚とすごく通じるのかなって思います。そのコンタクトシートからって覗かれなフィルムっていうその実物のあるもので見てる時との違いっていうのは。流れも分かるしね。デジタルってこう動かしてるうちにどれがどれだか分かんなくなっちゃってさ、元のデータどれだったみたいなことになっちゃう。なんか更新日時とかで確認していくみたいな。いじっちゃうとまた更新日時変わっちゃったりとかするから、いつ撮ったやつだっけってなることがありますね。その辺はこれからちょっと勉強します。ほとんどこの本なんてのは当時それこそヒステリックとかを作った残りカスを今見たらなんで焼かなかったんだろうなみたいなやつを上げてるわけで、当時は作品っていう枠からこぼれ落ちてしまっていたものが今回ここで別の枠組みで、当時はまだこの目が持てなかったんだよね。こういうものまあダメでしょっていうとりあえず取っといたけどみたいなさ。まあ記録的なこともね、そういう要素も含めてですよね。そのすでに亡くなってしまったものがいっぱい写ってたりとか、亡くなった人が写ってたりとか、そういうその人がね今言おうといまいと写真は関係ないんだけど、見る人はそれを知ってたらやっぱそこさっきのなぜ植物図鑑からじゃないですけど、そこがなくなると写真はやっぱつまらないんだよ。だからまあ永遠にねそんな感覚を共有できるとも思えないんですよ。でも50年後の人たちが見たらもう全く何のことだか昔の写真だよねっていうことにきっとなるし、僕たちが僕が今例えば戦後すぐとか戦前大正時代ぐらいの写真見るとやっぱ面白い懐かしさがいなかったのに懐かしいんだよ。でも幕末の写真見てもちっとも懐かしくないじゃん。そこら辺のやっぱ時間差というか写真にはそれが絶対あると思うんだよね、有効期限みたいなのがね。それのまあここから50年後ぐらいの人たちはギリギリ今の写真面白がれるかもしれないけど、100年後の人はもうどこの何なのかよく分かんないみたいな。でも100年私とか美術史やってたので、その100年前の写真とかめちゃくちゃ面白いですよね。なるほどみたいな。それ発見だよね。みたいな。でもほら個人の感情じゃないじゃん。それって。そうですね。自分の記憶とやっぱ見る人の記憶とか知識とかそういうものがあるから写真は面白く見れるじゃない。要するに研究資料じゃないから。その辺の有効期限が絶対あるよねって思うんだよね。なるほど、実感とか感情とかと一緒に見れる期間だっていうことですね。なんか行ったこともないパリのその戦後の写真とかも何か懐かしかったりするじゃないですか。アジアはねもう懐かしくないんだよねって人があったりして、その辺かな。写真の中でもやっぱり選ぶっていうのは非常に大事なプロセスだから、同じように何を選ばないかも大切なことなんで。そうですね。だから選ぶ選ばないだからそうですね。これからもしかしたらどんどん今まだ未発表のものの中で選ばれていくものやると思いますよ。これはそのカラーの初期から5年分なんで、その後どんどんやっぱあるからね。そっちの方がいっぱい数取ってるからね。だからそれはもう時間との、私ももう60過ぎてるからやっぱ時間との勝負だよね。やっぱりみんなまあ高齢になられるというかなるともう暗室できなくなるんだよ。暗室ってやっぱ体力なんで、だからそれはもう先輩方を見てれば分かるので、こっちも
やれるうちにどんどんプリント作っとこうということですね。お中さんといえば旅っていうイメージがあ強いと今どうまあ今年まあなんていうか、あまり旅にも出れずっていうところだったんですけど、どうですか旅？いや、やっぱりいいよね。大体こうまあほとんど一人で行くので、そのなんだろうな、もちろんこう歩いて撮ってる時もいいし、夜一人でなんかぼーっとしてる時間がね、ああいうのやっぱなんか家にいるとねできないし、なんだろうな、こうまあ一人でいるのが好きっていうと差し障りがあるんですけど、時々一人になりたいこともあるじゃないですか。はいはい。まあ特にこのコロナ禍でね、もうほとんど不要不急の外出なんか何もないから、私なんかそのずっと家にいるわけですよ。近所のスーパーに買い出し行くぐらいで。そうするともう毎日ね、奥さんと夜になるとお酒飲んでなんかご飯食べて、今うちはプロレスブームなんでプロレスの配信を毎日見てああでもないこうでもないって言ってその繰り返しをやってるとね、どうもなーってまあでもまあ最初にね、その泡立ち草のシリーズを最初の街道で始めた時に旅に行くとやっぱり写真がね撮れるじゃないですか。やっぱ毎月写真展やるから、そのやっぱ自宅近辺とかだとやっぱこうなんていうのピンとこないというか、もうなんか慣れっこになっちゃうからね。でどっか行っちゃえば新しく初めて見るものばっかりだし、やっぱ面白いし。その2泊3日なら2泊3日で撮らなきゃいけないから、最後どんどん撮るでしょ。それでまあ旅にどんどん行くようになったんですけど、もともと旅に憧れてたんですよ。それこそ写真学校じゃないや、高校の時のね、その写真部入ってる頃にディスカバージャパンっていうキャンペーンの後の1枚の切符からとかね、そういう国鉄のキャンペーンがずっと、僕は国鉄使って通学してたんで、その駅張とかこの吊るしとかにあって、それ気に入ったやつがあったらこう駅張のやつは駅員さんに行って終わったらもらって、備前のやつとか家に貼ったりとか、まあ車内のやつだってピッてもらって書いたりとかしてたんですけどね。でこう旅の本を読むのが好きだったんで、まあ入門書から何から行ったことないのにこうそういう旅をした気になる旅のノウハウとか旅の ABC とかを読みながら、行ったことないんで、どこにも行ったことないのにもういろんなテクニックとかこう旅ね、そういうのを覚えてたんで、そういうの役に立ってるんですけどね、今でもまあそういうのがあって、で写真を始めて、写真で食っていくのはまあほぼ難しいよっていうのはもう周りの諸先輩方を見てても思ってたんで、まあ街道をやっていくときにどうせまあ売れないしお金にもなんないんだったら好きな写真やろうと思ったのね。で人が羨ましがるものがいいと思ってそれはどっか行って旅したりしてるとみんないいなって言うじゃないですか。新宿を革ジャン着てこうストロボ焚いて撮ってるのは怖いじゃないですか。怖いよ。そんな怖い目をわざわざ自腹切ってやりたくないんだよ俺はと思って、だったら温泉とか行って好きなものを酒飲んで撮ってきてほらって言ってる方がみんないいなって言うんじゃないかなと思ったんで、そっちの方。なんか旅先をここに行こうって決めるのはなんかどういうふうに決めてらっしゃるんですかいつも？まあ若い時はお金ないからね、とにかく行けるところ、でもまあだんだんあちこち行ってきだしたから、まあやっぱ行ったことないところに行きたいんですよ。まあやっぱり人の顔と名前全く覚えないんだけど、行った土地のことはすごく俺覚えてるんで、ここ駅降りてこう曲がってあれがあってあそこでこうなってだから撮った写真は大体どこだか分かるんで、今回もこれ20年前の写真を一応作品というか後ろにデータで場所をっていうので確認するために Google Earth、Google ストリートでピョンって持ってってポンって置いたら
ほらここってあーすごいすごい頭に地図が入ってる、入ってるんですよ。だからやっぱり2度目だとね面白くないのね。でましてこう変わり果ててたりとかするとすごい悲しくなっちゃうからなるべくこう行ったことない降りたことない駅でっていうことですね。だってあんまり大きな街はやっぱりダメなんで、はい、そこをちょっと中ぐらいのってところがいいかな。海外に行かれて撮ってる方も何個もいくつも作品集にもなってると思うんですが、そういう海外とかはここに行こうみたいなのはなんかどういう感じですか？でもほぼね何か呼ばれたりとか、そういうレジデンスのシステムとかで行ったりとか、写真展やりに行ってとかで滞在してその時に撮ったりとかが多いかな。本当になんかフリーで写真撮りに行こうって海外にまあなくはないけど、まあはっきり言ってやっぱり日本人の作家は日本を撮ることを喜ばれてますよ。俺がヨーロッパ行ってヨーロッパを撮ってきてヨーロッパで見せてもそれはほら欧米の人たちが日本に来てその新宿の写真展とかやるのと同じでまたやってらって思うわけですよ。こんな地獄みたいなところじゃねえよと思いながらさオリエンタリズムみたいなまあだからそういうのもなんとなく分かってるから、で今度でもね、今ちょっとシリーズで今まで言った海外のやつを小冊子で薄い冊子なんですけどシリーズで自分で作っていこうと思ってこれから今年多分 2,3 冊は必ず出るだろうなと思います。自分でまとめていかないと、僕の本はね僕がやるんです。街道だとジョージアの、呼ばれていった時のやつとかあって、あとインベトインかな、あれでもラトビアとスペインだった、なんとなくこうなんていうんだろうな、ちょっとこう脳型とこうイメージが通じるようなっていうか、なんかちょっとこう工業たまたまなんだけどね。だからそこ行ってそういうところに行っちゃうんだよね。なるほど。ラトビアだってこの真ん中のリーガみたいなちゃんとした街だし古いけど、でもそこからわざわざバスに乗って昔のソビエト時代の団地が残ってるとことか軍港の跡とかそういうところなんかやっぱこう自分の好みの匂いがするところにこう行くんだよね。それはどこの国に行ってもそうかな。煙突が立ってるところに向かってこう行く感じがある。ラトビアスペインがね多分初めての本格的な海外の撮影だったんですけど、あれは本当に、旅のそのチケットからホテルの手配からとにかく誰もサポートしてくれないからそれで一人でポンと投げ込まれてラトビアですよ。ラトビアに突然、ロシア語とラトビア語全然わかんないです。何もわからないですね。でもまあねビールはビールウォッカはウォッカだから楽しかったですね。あれでやっぱ海外は面白いなって自信がついたとは言わないな、なんかもっと行きたいなと思ったんだよね。少なくても2週間から3週間行ってきなさいっていう、なんかね、その後のそのメキシコとかも自分で行ったんだけど、やっぱ全く予備知識なんかないわけで、僕が行きたいとこになんてガイドブックに載ってないから、行き当たりばったりですよ。でもそれがやっぱ面白いよね。予定調和であそこにあれを取りに行くなんていうこと何の興味もないから、そう嵐が来れば嵐の写真撮るし、部屋から外でもいいしっていうことで何に自分が反応するかが面白いのね。だからこうもちろん長くやってればパターンはできてくるけれど、そうじゃないものも時々出てくるのよ。でそれに自分が気がついた時が面白いのよ。俺こんなもん撮ってこんなの撮るの初めてだなっていう時が時々あるのよね。そういう時にしめしめというかこれは面白いって、次のとこに行く感じね。なんかすごい今のがすごく尾中さんの写真にとって重要なキーワードかなっていう、なんかその何か目的を持って撮りに行くっていう、なんかこれを撮りに行くっていうスタイルでやらないっていうのが、それはもうなんか
それこそ森山さんのね、からの引き継いでるところだと思います。森山さんもなんかそんなことは思ってないからね。僕がやっぱりすごく衝撃的だったのは「光と影」っていうシリーズで、森山さん草むらに転がってる、スプライトの瓶、大きな瓶とか、なんかその時食べたんだろう幕の内弁当とかを正面から撮ってて、これをこうやって作品だって出せる人がこの世の中にはいないだろうと要するに作家がこれが作品だっていうことが全てなんだっていうことですね。だから何撮ってもいいし何出してもいいんだっていう、その辺は引き継ぎたいというか、いただきますみたいな感じですね。そうだから自由でいたいんだよね。自分で何かを取らなきゃいけないとか、こうしなきゃいけないとか、俺はこうじゃなきゃダメっていうことを決めないことが一番大切なんだと思うんだよね。まあ決めるのが一番楽なんだけどね。でもあえて絶対決めないっていうことですね。だからこんなへたったネガでも大丈夫ってことで。だからこれを取るって決めてたら本当にもう多分その時点でイエスノーってかなんか選ぶ選ばないの時の基準がその時の。だったらもう僕行かなくて誰かにこれ取ってこいって言えばいいんだろう。じゃあ文化庁の女性これも助成金で作られて、これもはいそれもですね。最初の20万円かなのやつはこれを作って。これで作って追加で募集できた時にこっちで作ったっていうことなんですね。GoTo っていう非常になんだろう時代性のあるタイトルですぐこれに決めてました。いや時代性のある GoTo 的な正しく GoTo です。GoTo メキシコ正しく今行けないけどねどこに行けないですね。そうかじゃあ昔の一回ここに行かれてた時のことを思い出しながら。こんな時なんでちょっと軽く海外旅行ものをやろうっていうことで。いやね旅行に行きたいですよね。だから行けないからより行きたくなるっていう感じがしますね。まあね本当来年は今年か秋ぐらいにはアジアぐらいは行けるようになってるといいなと思うのね。なんかご予定されてたけど行けなくなったとかはあるんですか去年とかだと。ありますよ。とにかく3月の8日からアメリカでワークショップやりに行くはずだったんだけど、まあ3日前にキャンセルしますっていうのが入ってきて、そこからもうずっと行ってないもんね。本当は今頃じゃないや11月パリフォト毎年行ってたんで、その時に合わせてそのパリフォトの前の週にドイツのフライブルクで個展をやってそこからパリに入る予定でやってたんだけど、それもまあ今延期になって結局今ロックダウンしてるから作品だけ送ったけどまだ開催されてないですね。作品ずっとあっちに置きっぱなしっていうことなんですね。心配ですね。心配。次の会期も決まらぬままという感じ。まだだってロックダウンずっと3ヶ月やってるから。やっぱりね他の海外もギャラリーもなんていうかな美術館とかもその会期を先に伸ばしみたいな延期再延期みたいなところがすごくたくさんあるから。ただもう中国が動き出してるから3月1日から始まるんだよ。なんか僕は行けないけどねもちろん。でもすごくこう写真の去年別の作家でもあったんですが、やっぱりあっちでプリントしてするからテストなんかこう展覧会をやるんだけど、自分とこのスタジオでプリントさせてくれって言って本人は行かないっていうパターンだからこっちでそのプリントを送るっていうんじゃなくてプリントしてくれてこのプリントでいいよねって確認して送ってくるみたいなのも増えて。まあ今はそれこそデジタルで同じ機械で同じチューニングっていうかプロファイルでやってればほぼ変わらないんだろうなとは思いますけどね。そうか確かにフィルムだとそういうわけにもいかないですよね。まあでもねその中国とか、中国で今本当もう終わったんだけどキャンディーボックスを再販してって今作ってるんですよ。だからその辺はまあでもそれは僕のプリントを向こうに持ってってもらって向こうでデータ作ってるからプリントを基本にしてるってことですね。それとは別に
あれどこだっけ、南米のベネズエラで2冊目の「ディスタンス」っていう写真集を向こうのデザイナーが再編成して再構成して本を作る。それももうすぐ本番プリントが始まるので、それなんかはこっちで僕がスキャンしたデータを送って向こうで、それはもう本当にハイコントラストの白黒なんで、まあそこは間違わないわなっていうんですけど、そういうなんか結構海外とそういうやり方も面白いなと思って、楽しみなんですよ。だからどこにも行けてないけど、いろんな国の人とやり取りはもう常に毎日のようにやってるんで、まあデジタル時代というか、このねインターネット時代になって本当良かったなと思ってるのはそこなんですね。なんかすごくね、コミュニケーションの仕方しやすくなった面は一方でありますよね。海外とこの時代で。そう電話とかだとね、すぐこう返さなきゃいけないじゃないですか。偉い電話代かかります。電話代かかるし、何言ってるかよく分かってないけど、なんかとにかく返事しなきゃいけないし、みたいな。メールはね、ちゃんと残りゆっくり見て翻訳かけたりとかすれば大体分かるんで。小中さんにそういうふうに海外からいろんなお声掛けがあるっていうそのネットワークはどういうところから来てるんですか、情報とか。結構ジョージアから声がかかったりとか、そう結構面白い国からお声がかかってらっしゃるなという印象があるんですが。ジョージアはね、あれはアントワン・ダガタが、ダガタとはその新宿のゴールデン街でよくずいぶん昔からも知ってるんだけど、でそのキュレーターが、僕に会いに来るって言ってたんだけど、なんか熱出して来れなくなっちゃったみたいなことで、流れたなと思ったら、アルルのフォトフェスに行った時にちょうどそのキュレーターは、その年じゃないかな、とにかくダガタと一緒になんかやってたんですよ。で僕もたまたまアルルに本を売りに行ってたんで、そこに連れてきてくれて、で、今度その、飛び出し、ジョージアのフォトフェスティバルやるんだけど、なんかやる気があるって言うから、いやジョージアどこにあるか分かんないけど飛び出しってどこだか絶対分かんないけどまあ面白そうだからいいですよって言って7月に帰ってきたら、7月でしょ、アルルが終わって8月の半ばに帰ってきたらメールが来て、9月何日から始まるんだけど、それすぐじゃないですかってだったらそのままいればよかったみたいな感じで、でじゃあいろんな準備して、じゃあ行くってとにかく行くよって言ったら、やっぱジョージア面白い国だったですね。行きたいんですよ。また行きたい。今本当飛行機止まってるからね、行けないんですけどね。そうやってなんかそういうフェスに行けばまた誰かとつながりができたりとかするんで、まあそういうことですよね。パリフォトに10年ぐらい通ってたっていうか毎年行ってたから、そこでいろんな人とやっぱ知り合うんですね。まあそこのネットワークというか、まあ誰かが紹介してくれたり。街道マガジンで行くと国で行くと増刊号がウルさん、これかな、ウルさん、これですね。これですね。これもすごく面白いっていうか、これだけ責任編集がついてないんですよ。それはここの作家に僕の名前が入ってるから。なるほど。そうこれはどういうきっかけでなんか一方行って一発で作るみたいな感じになって。これはね、この韓国人のハンさんっていう人がいて、で彼が大阪と韓国の行き来をしてたのかな。で半分日本半分韓国みたいな感じで、僕が大阪の、ソラリスっていうギャラリーでワークショップをやった時に、ハンさんが生徒で来てくれて2回ぐらい来たのかな。でなんか僕のファンだって言ってくれて、ありがとうございまして、で今度僕の町にも遊びに来てよって言うから、韓国安いし、じゃあ行くよって言ったら、なんか今度ギャラリー借りるから写真展やってみたいな話で、じゃあまあ僕のもやるけど、街道のメンバーとかとじゃあやろうって言ったら3つギャラリー借りてくれて、3つのギャラリーでグループ展2つと僕の個展をやったんです。でそれが面白かったんで、また続けてやろうっていうことになって、これは2年目の時かな、行って1週間滞在して、まあメンバーバラバラなんですけど、とにかくこれ作るから帰ったらとにかくデジタルで撮っといて、
すぐ僕にデータを残しなさいって言って、パンパンとそれをもう僕がバーッと編集して1週間後にもう印刷して本にしてもう一回僕が韓国に行って皆さんに配った。すごい、すごい行動力。いやいや、やっぱこう物があるとコミュニケーションすごく「おこれこのもっていうこれ映ってる人は俺だ!」とかいう感じになるしやっぱこう物は大きいですよ。そう印刷物で残るしね。で今このハンさんはプサンの国際市場の近くに自分のギャラリー作ったか。で今年去年の12月去年じゃない一昨年の12月から1月にかけてのこけら落としで僕行ってあるんですよ。僕の展示やってくれてで1月に帰ってきてそれっきり海外には行ってないってことですね。なるほどなるほど。じゃあ最後に行った海外がまさに韓国だった。プサンだったんですね。なるほど。早くねまたやりたいよって言ってるけど今行けないからしょうがないですね。早くなんとかなるといいな。海外話もなんか尽きない感じがありますね。いややっぱね外国の人ってのが面白いっていうのも語弊がありますけどやっぱこうどうしてもこう小さい範囲だけで動いてるとなんかな自家中毒っぽくなっちゃうのよ。やっぱ知らないところとか知らない人とか環境変わるとやっぱ見方が変わるし次のことを思いつくし大切だと思いますね。そのためにこういう冊子もね役に立つと思うの。印刷物ね、もう僕なんか作ってないと病のように作ってますからね。ねこのまたたびまたたび日記ですね。これはそれこそこのコロナ禍でやることなくて春ぐらいね去年の春ぐらいに昔初めて自分のホームページを作った時に何かこう毎日見てもらうようにっていうので結構日記を書くことが流行ってたんだよね。でその時のデータがプロバイダー乗り換える時に消えちゃうから文字データだけ残しといたやつがあったんでそれを元にその当時の手帳とかと合わせながら作った日記ですね。でもすごい今3冊ぐらいこれは厳密に言うと今年じゃないけどなんかすごい量ができてる。この本の取れ高がすごいっていうこれもそうですね。そうですね。もう4冊。実は出してないけど他のもあったりするんだよね。このなんだろうなすごいこの出かけられなかった時期をこの本作りにこう当ててしかもバリエーションが豊かっていうこの雑誌あり写真あり新しい写真が何もないっていうのが今年は絶対作るんで同じような半径でこの5、6年の日本の旅の新作の写真集を絶対作ります。今年はそれ以降は何か公演をやろうとかって思ってることっていうのはありますか？いやだからね先によって立てられないんだよね。そうですよね。やりたいことはいっぱいあるんですよ。もちろん新しい本も作るしもうすでに実は一冊作ってる印刷所に回ってる本もあるんだよ。そういうのもやりたいしやっぱ海外に行きたいですね。本当にまずアジアからでいいんで韓国、中国、台湾とか今行けば絶対ねっていうところがあるんでね行けたらそこからかな。11月ね中国なんとか行けそうな手はずをいろいろやってもらってるんですけどね。ありがとうございました。いやなんか楽しく人と話してないから普段だからなんかもう喋りすぎちゃう。いや楽しい話をありがとうございました。ありがとうございました。まだいろいろ積もる話もありますが今日もありがとうございました。街道にも皆さん遊びに来てください。ぜひお楽しみにっていうふうにありがとうございました。さようなら。